にちは、ゆうかです。4月2日でもう東京とかでは桜とかが散ったりしてるんですかね。咲いて散ったりとかしてるのかな。まあそんなね、春ですけど、社会情勢がどんどん動いて、皆さんちょっと不安にね思ったりすることもあるかなと思うんだけど、インドも最近料理用のガスが、レストランの料理を作るガスですね、それが届かなくて、レストランがこう閉まったりとか、出される料理が限られてきたりだとかしていて、結構みんなすごい影響を受けていたりするんですけど、日本のね状況とかはいかがでしょうか。今回のチャートもね、すごい強烈な強烈とかは言いたくないけど、でももうすごいはっきりしているようなチャートで、もう去年から本当になんかもうえぐり出されるとかは言いたくないけど、でもその自分の中の深いボトムっていうか、そこの浄化みたいなものがどんどんあって、で前回の、3月19日の新月でも日本はそこまででもなかったんですけど、サウスゴアだともう12ハウスっていうその潜在意識をこう動かすような場所に天体がもうガッと集中していて、もう本当に潜在意識の浄化で、もう感情がこう揺り動かされるような、すごいもうそういう時間があったりとかして、そしてまあ春分ですね、春分があって、ちょっとこの開いて、そして今回の天秤座の満月っていう感じなんですけど、今回は MC に、土星と海王星がコンジャンクションですね、同じというか、近い度数であって、そして太陽が、12ハウスのヤギ座、そして月は4ハウスですね、4ハウスの天秤座っていうことで、天秤座4ハウスっていうのはすごくこう安定安心っていうような場所、みんなのことを調和を図るっていうような場所なんだけれども、それに対応する太陽っていうが、そのお羊座っていうところで、MC にその土星と海王星がこうコンジャンクションしてきているっていうことで、結局もうあなたなんだよっていうことがこう結構突き詰められてるっていうんですかね。結構もうどんどんそういう状況が来てる感じですよね。で毎回星がもうあなたになりなさい、あなたはどうしたいんですか、どうするのみたいな、そういうのがもう最近繰り返し、もうしつこいぐらいあるじゃないですか。でも日本のお友達とかと話した時に、やっぱり結構まだ全然お金が足りないとか、就職っていうかお仕事の話とか、私が日本にいた時と変わらないようなテンションのお話とかも全然聞くんだけれども、もう星はどんどんもう自分にどんどん変えていきなさいよっていうような配置になっていて、でどんどんこう未来っていうのかな、方向性的にはもうそっち側に来てるってことですよね。なんか昔だとさ、日本だともう自分らしく生きてったらもう危ないっていうか、もう村八分っていう言葉があるぐらい、自分らしく生きてるっていうのは本当に危険思想っていうか危険なことっていう意識があったりしたので、だから私たちのこの潜在意識とかがその DNA レベルとかにもちょっとこう
他人と違うことしたら結構もう浮いちゃうぞみたいな、なんかそういう浮いちゃうし、危険ですよね。怖いっていう感じ、何されるかわからないぞっていう感覚っていうか、やっぱり村八部って言ったら今のいじめ以上のことだったんだと思うんですよ。本当に死をも覚悟するみたいな、なんかそういう本当になんかこう自分が追い込まれるような話だったと思うので、だからあれそう何ですか、政治とかでもさ、結構自分の理論とか言っちゃったらすごくこう捕まっちゃったりとかしてる時代もあるじゃないですか、日本でね。だからそういう思想を述べるのって本当に危険なことだよっていうことを私たちは常々知ってるから、だからもうそういうことが表現できないっていうような、もうそれがこう組み込まれてきちゃったのと思うんですよね。でもそれでもゆっくりゆっくりもう自分らしく生きていかなくちゃいけないし、もう時代的にだんだんそれが緩んできて、できるような時代になってきたっていう感じだと思うんですね。で、私自身の話をすると、自分らしく生きていこうっていうのはなんていうかこう当たり前のことであって、でもそれが決してわがままっていうわけじゃなくて、自分としてこう思うことをやるっていうのはなんか私にとってはすごく多分性格的なものなのかな、当たり前な感じで来てたんですよね。だから結局それをこう突き詰めていくような人生だったって思うんだけど、でも結局それをずっと突き詰めていったら、なんかこう本当に幸せな状態っていうか、自分らしくいられるような状況に今はもうあるので、そしてこう星とか天体とか見てももうそっちの方向性に時代は動いているなっていうのをすごく感じるので、それでもういいんだなっていうふうに私はもう思っているんですけど、ただ私のこう経験だと自分らしく生きるってやっぱりすごくリスクがあったんですよね。例えば私だったらもう日本社会にいるっていうのは結構難しかった。自分らしくいるってなるともう私が入れる場所は正直ないなって思ってたんですよ。で、家族とかそういう、友人の輪とかそういうものに関しても私の入れる場所はないなって本当に正直思ってたんですよ。だからそれでもこう突き詰めていくと、今は自分らしい居場所があるんだけれども、でも自分らしくいるっていうのは本当に今ある意味の安全地帯を失う可能性もあることなんですよ。だから本当にそれって怖いじゃないですか。やっぱり敷かれたレールの上を歩かないって言ったらあれですけど、例えば私の娘も公立の学校とかは行ってませんし、その自分たちが選んだ学校に行ってるんだけれども、でもそれは例えば今の学校だったら日本人は一人しかいないんですよね。だからなんて言うんでしょうね、その道を歩いていくっていうのは本当に結構シャープな決断が必要であるっていうことは私の経験上はあるんですよね。でも多分皆さんは私までこう突き詰めてやらなくてもおそらくいいと思うんですよね。私は多分そういうちょっと思想家って言ったらあれなんだけど、そういうのをこう突き詰めてやるタイプなので、結局そういう状況にどんどんなっていくっていう人だと自分で思ってるからそうなるけど、皆さんはもっと全然緩いバージョンでいいと思うんだけど、本当にこう嫌なこと、例えばその人間関係でちょっともうなんて言うんでしょうね、嫌な人間関係だと思ってることに
もう行かない、そういう集まりには行かないとか、もうお付き合いしないとか、本当に自分の好きなものを突き詰めてやっていくだとか、そういうことをなんかちょっとずつでも始めていくといいと思うんですよ。例えば最近っていうかこの YouTube チャンネルを半年前ぐらいですかねに始めたんですけど、あのそれも、6年前ぐらいに西洋占星術の本を読み始めて、で私今西洋占星術っていうよりもユニバーサルローっていうか宇宙の真理がすごく大好きで、そうすればそうなるみたいな、なんていうんですかね、宇宙的な定義みたいなものがすごく大好きで、でもすごくこうそれを話すのにトピックがすごく必要だなと思ったから、その西洋占星術の今日の例えば満月のトピックを使ってそれを話したいなと思って、そのために西洋占星術を勉強したんですよ。でそういうこうなんていうのかな、うっすらと興味があることを継続して続けるっていうか、ちょっとずつちょっとずつ続けていって、でとりあえず形にしていくんですよね。でそういうふうにしていくとそれがこう形になって、でなんか自分らしい何かが出来上がってくるっていうのかな。そういうのをどんどんこう突き詰めて考えていくといいかなって思うんです。そしてその日本社会っていうのは、私たちってずっとこう、社会に合わせるって教えられてきましたよね。みんなに困らないようにっていうか、困らせないようにっていうふうに教わってきたけど、でも本当は逆で、自分が世界に合わせるんじゃなくて、自分の世界をこの世界に作るっていう、なんか自分の世界観をこの社会に出していくっていう時代になってきたんですよね。で私も本当に自分の考えていること、自分の世界観っていうのはもうそんなの受け入れられるはずもないようなことをやってるって言ったらあれなんだけど、やってると思うんですよ。あの自分が表現していることっていうのは、例えばインスタグラムとかねフォローしてもらえば分かると思うんだけど、私の表現していることっていうのはなかなかこう日本社会には受け入れられづらいようなことをやってると思うんだけど、でもそういう自分の本質的なものを表現しても、それを理解されるような社会とか器がもうどこかにあるんですよね。で今まではその器なんてどこにもないから、世界に合わせなくちゃいけない、社会に合わせないとあなたは生きていけないんだよってなんか教わってきたじゃない。だけど自分の中心っていうところを掘り下げていくと、私たちには本当に、ダイヤモンドっていうか光る原石のようなものがあって、でその原石を取り出すと必ず立ち位置があるっていうのかな、自分の中のどこか世界中にそこで立ってていいんだよっていう自分のポジションがあるんですよね。でそれは本当にこう俳優になれとか、なんかこう何者かになりなさいみたいな話ってあるじゃない。そう何者かになるわけじゃなくて、自分がもともと持っていた魂って言ったら大きい話だけど、そのポジションなんですよ。でそれが本当に繊細で小さなこと、例えばもう本当にありふれた主婦のようなことかもしれない。でもそれはすごく大事な役割、そのポジションだったり家族にとってすごい大事な役割かもしれないし、本当にシンプルなご近所のボランティアのような活動であったとしても、なんて言うんでしょうね、それがすごく重要なその地区にとって立ち位置であったり、自分の中のポジションって必ず
あるんですよね。で、私たちってさ、すごい成功しなくちゃいけないとか、なんか、すごいお金を取った人だけが素晴らしいんだって教わってきちゃったから、こう自分の中の本当にそこにある大切なものに対しての価値っていうのをこう教わってこなかったっていうかさ、でもそこにすごいこう価値があって、こうポジションが必ずあるはずなんですよね。それはもう必ず言えるっていうか、なんでかっていうと私がそうだったから。私は本当に幼少時代とか自分のポジションが全くないし、もう本当に社会に受け入れられないっていうような人生だったから、でも突き詰めていったところでこう場所が見つかってきたっていうような経験をしてるので、それはもう必ず皆さんそうだっていうのはもう言えるんですよ。で、私がそれが特別な人だったからそうだってことではなくて、必ずみんなその自分のポジションがあるので、そこをとにかくこう掘り下げるっていうか、何ができるんだろうっていうよりも好きなことですよね。とにかくワクワクできて、好きなことは何なんだろうか。で、それは現実化するのはちょっと難しそうだなって思うようなことでも、初めの一歩をやってみたり、やっぱりね、継続ってすごく大事で、ちょっとやって諦めるっていうのはやっぱりダメなところがあって、だから1回では結果は出なかったりするから、だからもう何回も繰り返して、結果を出していくっていうような、ある種のもうそこに行こうっていう気持ちっていうのを徐々にやっぱり持っていく必要があるし、宇宙の流れ自体はもうそっちの方向性に動いているかなって思います。はい。では本日もありがとうございました。次回の配信をお楽しみに。ゆうかでした。ちょっと補足なんですけど、ショート動画を先月からちょっと出し始めて、なんでかっていうと、これは時間が経つと見てもらえないってことに気がついたんですよ。4月4月2日満月じゃないですか、この録音が。だからそれを過ぎると聞いてもらえないっていうことに気がついて、でもショートでもちょっと聞いてもらいたい話っていうのがいろいろあるから、それを切り出してみたんですね。だから興味がある方はちょっとショート動画の方もチェックしていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。ゆうかでした。